はい。皆さん、こんにちは。ユニバーサンドの綾乃でございます。あれ、さっきあなた、ライブ配信したんじゃないのと思ってる方、リアルタイムで入った方はそうだと思うんですけど、本当はね、明日遠隔ヒーリングだから、配信できないからさ、あの、収録っていうの録画して、それをアップロードしようかなとかって思ってたんですけど、なんだかね、かんだかちょっと事情がありまして、立て続けにライブ配信をするっていうね、強行に出ております。ので、ほとんどの方がね、アーカイブで、ご覧になると思いますんで、いいかななんて思って、配信をしております。水星逆行の影響をですね、もろに受けておりまして、私の通信環境がかなり不安定なので、どうかこのライブ配信が最後まで無事にお届けできますようにと願いながら、本日のテーマはですね、チャネリング動画です。アルクトゥルスに聞こうかなと思ってるんですけど、ソウルメイトと出会うにはどうしたらいいのと。これさ、あの、まずちょっと待ってよっていうね、あの、ことがあってさ、なんだか歯切れが悪くてごめんなさいなんだけど、1個のね、1個何かこれをさ、こなせばとか達成したらとか、ね、それがパスできたら出会いますとか、そんな単純な話じゃないと思うんだ。で、ソウルメイトの定義もそもそもいっぱいあると思うじゃん。なんか、ファミリーとグループソウルとかさ、そういう複数人だったりとか、あとはツインレイみたいななんか定義もあるよね。で、今回の動画に関しては、その魂のゆえんとかご縁とか、そういうつながりみたいなものの、それを細かく定義するっていうことではなく、魂レベルで関係性があって、とても奇跡的に今、この地球上に時を同じくしてね、転生してるっていう、その一番ざっくり大枠で、ソウルコネクトっていうか、魂のつながりがあるっていう、そういうものに関しての、リーディングをしていこうと思うんですよ。で、もちろんね、その、ツインレイにしても、ソウルファミリーにしても、お相手がいることですから、あなた個人がどうこうしたから、相手もどうこうっていう、その言い切りみたいなことはね、おそらく難しいと思うんだ。でも、やっぱり立ち返ると、自分の世界とか自分の現実は自分が作ってるわけだから、やっぱり自分自身のあり方とか、何か特定の条件っていうわけではないと思うんだけど、いくつかあると思うんだよね。なんかちょっとこう、急に収まりが悪いのが、なんか気になっちゃって、ごめんなさいね。髪の毛もなんかちょっとこれが緩んできちゃったからさ、このね、襟足がもじゃもじゃしてすごい気持ち悪かったら取っちゃうね。はい。だから、細かくさ、綿密なリーディングっていうのは難しいんだけど、でもさ、なんか、だからって、高次元にさ、対してなんか投げかけた時に、いや、ちょっとそれはみたいなことはないと思うの。何かしらの、お返事っていうかさ、メッセージとかアドバイスがあると思うんで、今回ね、ちょっとこう、ざっくりとしたね、前提をもとに、リーディングをしていきたいと思います。ちなみにね、なんでこのタイミングではよチャネリングせえって感じなんですけど、なんでこのタイミングでね、こういったテーマを扱おうかなと思ったかっていうと、何本か前の動画で、アルクトゥルスから今月はこんな感じですよみたいなチャネリング動画を出したと思うんだけど、見てない人はぜひ遡って見てほしいんだけど、その過去により戻しがあるみたいな、そんなような話だったのよ。で、へえなんて思ってたんだけど、なんかさ、その後さ、インスタとかいろいろ私も見てたらさ、どうやら、この太陽系の惑星がさ、結構、逆行する月だったんだよね。なんか水星もちろん逆行しますとかさ、あ、本当にそう、本当にそうって別に疑ってたわけじゃないけど、やっぱ星回り的にも、やっぱそういったちょっと過去がまたプレイバックしてくるような、そんなね、時間帯にあるんだな、私たちはと思った時に、私なんかは、やっぱり
もう軸がぐちゃぐちゃだからさ、ライトワークとかさ、そういうのをしてると次元を超えてくから、もう時間軸みたいなのもごちゃごちゃになるんだけど、やっぱりすごい、その自分がこれまでしてきた輪廻転生というか、過去世のこととかが、やっぱりこうすごくこう、なんていうのかな、何かを思い出すとかね、そういったこう分かりやすい話じゃないんだけど、その過去世とね、今世がこうなんかこうさ、交わってるっていうの？こう、なんて言うんだっけ、こういうの、オーバーラップしてる？そんな感覚がすごくあったんだよね。だからもしかしたら、同じように、ただ単に自分の今世生きてきたその過去と今がこう交錯してるだけじゃなくて、その過去世みたいな、ものの何かこう、余波みたいなのを感じたりさ、そういう因果みたいなものをね、今の現実を通して体験してる人とかもいるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。で、こういうね、リーディングをしていきたいと思います。さあ、行きましょう。ね。通信が不安定だからさ、おしゃべりばっかりしててね、どっかで切れたらマジで泣いちゃうからさ。じゃあ、チャネリングしようかなと思ったんだけど、アルクトゥルスではないようですね。どこなんだろうな。アマルメリアかな。アマルメリア、ご存知の方は、もちろんいらっしゃると思うんですけど、最近私のね、YouTube チャンネルを見始めてくださった方、アマルメリアは誰だそれっていう感じだと思いますが、私が初めてキャッチした意識体ですね。これは銀河スケールと言っていいんじゃないでしょうか。特定のなんかアセンデッドマスターとかとはちょっと違います。で、そもそも人類がコンタクトしてなかったので、私がそのエネルギーをキャッチしたときに、初めてのコンタクトで名前をつけて、アマルメリアというふうに呼んでいます。めっちゃ久しぶり。アマルメリアもね、結構ファンがいるんですよね。すごく女性的な感じ。でも、すごい切り方してくるんだけどね。はい、じゃあ、めっちゃ久しぶり、アマルメリアにチャネリングしましょう。こんなことあるんだな。はい。じゃあ皆さんもどうぞリラックスして、一体どんなメッセージをね、私たちに、届けてくれるんでしょうか。アマルメリア。ちょっとフラレン持ってみたりしようかな。よいしょ。はい。アビカシリラ、それは、ベビカシャララリア、フシリデアララリア、シカサ。ベカシャ、いや、ほやら、تتكشكل بك أقشى إكفى للشركة بك تنتكشكل على الشركة はい。バクシュリケしてつけた、地上の皆様、バクシュリケで、初めましての方がほとんどのようですけれども、アマルメリアという呼び名をいただいております。ダベカシャやらしゃべ、シュリケで今日、僕はシュリケで、綾野さんから投げかけられている問いは、魂のつながりがある者同士が、地上でお互いを認識する、再会するにはどうしたらいいのということですね。これに対して、私が皆さんに、できる範囲でお答えしたいんですけれども、どうぞ皆さんは、まずは一旦私の言葉、私のメッセージ、私のトーン、すべてを額面通り受け取ってください。そして次、もう一度この動画を見てください。その時に、今度はあなたなりに、こういったことかな。自分の現実や自分の身の回りに置き換えると、これを指しているのかな。今度はあなたなりの解釈をしてみてください。この2回、私のメッセージを聞くというのがとても大事なポイントですので、あらかじめ最初にお伝えしましょう。では、私はどうしたら、どういった状況が整ったら、そういった魂のつながり合いのある者同士が出会えるのかということですね。まずは、これは誰が聞いても納得できると思いますが、あなた自身が自分のソウル、魂をしっかりと感じている。
感じて生きている。魂の、おこれが魂が一種の熱量というか、これが燃やされてまるで自分が走っているような、そんな、感覚を持っているというのが、大前提なんですね。あなた自身が自分の魂に目覚めておらず、あなた自身が自分の魂を感じることもなく、ソウルメイトと出会うということはありません。では、そのためにどうしたらいいのかという問いもあると思いますけれども、まずは、いろんな方法がある。いろんな、それはアプローチですね。があるとして、一つ助言をするとすれば、あなたが私はこうである、もしくは私は〇〇なんだと定義しているものは、あ決してその真の魂の姿、もしくは真の魂から上がっているあ欲するものとずれている場合が多いんです。もちろんそうじゃない方もいらっしゃると思います。完全一致されて、輝かしく、生を謳歌してらっしゃる方もいると思いますけれども、おそらくは、ズレがあると思います。あ、こんな自分知らなかった。これが本当の私だったんだ。こんな自分であったなんてという、一種の驚きがあると思います。ですから、アベカシルケって冒頭で申し上げた通りに、シルケビケシルケ、あなた自身の魂を感じて、あなた自身の魂の生き様を見せていく、生きていくということの第一歩としては、予想外の自分が現れてくる。顔を出す、感じるのを拒まないでください。びっくりしてるけど、あなたがこうだという風な認識をしている自分の外側かもしれません。裏側かもしれません。そんな自分こそが深い真の魂の状態の現れかもしれません。ですので、まずは、どんな自分が顔を見せても、どんな自分の感覚や感情、はたまた記憶が上がってきても、それを絶対に、え拒んだり、抑えつけようとしないでください。これをいかに抵抗なく、そのまま、すくい上げられるか、これはとても重要な、鍵になると思います。次に、だエビカシリカブカシティて、すでにある、魂のつながりというものをもっと育みましょう。あ、魂同士のつながりには多種多様なものがあって、強さ、引きの強さみたいなものねにもバラエティがあるんですね。なので、あなたが最も強い絆であるソウルメイトとまだ出会っていなかったとしても、もしかしたらあなたの周りにすでに5人も、そういった魂ゆえんの人がいる可能性もあるんですね。で、それであなたは、この人はそうなのか、この人はそうじゃないのかというふうに急に選別をするのをやめて、あなたが今出会っている、あなたがこれまでに出会った人の中で、何か心に触れるような交流を持った人、そのような人々は、もしかしたらあなたのそういった魂の計画や魂の歴史を持ってあなたが関わった可能性があるという前提を持って、そのすべての交流、すべての関わり合い方を見直しましょう。そこに深い愛や、感謝、そしてその人が地上にこう存在していることの尊さみたいなものを本当に深く受け止めることができると、どんどんそういった魂のつながりというのはコードのようなものですから、それが活性化されます。その先にまだ出会っていないソウルメイトやソウルファミリーたちとの、つながりが活性化されるという風な論理も成り立つんですね。なので、
どうぞ、今ある身近にすでに手にしている人間関係、もしくはこれまでにあなたが心を通わせて、でも疎遠になってしまった人、また会って話さなければいけないわけではありません。あなたが感じるだけでも十分なんですよ。そういったところを、自分の中で、内で、育む時間を持つというのもとても大事です。ビキシ的で、こういったことが徐々にあなた自身の魂とあなたの物質界の現れのズレを少なくしていく。それは調律されていくような感覚になると思います。なので、これを1個やって、はっと気づいたから明日出会うという、そういったインスタントなものではありませんけれども、徐々に、まずはあなた自身がどんどんと変わっていくのを感じるでしょうし、その中で抵抗したり否定したいような自分が出てきても、それをまた受け入れながら、そして、その時もすでにある人間関係、にあなたは支えられ、守られているということに感謝を感じて、そのように時間を過ごしてみてください。びっくりしこれまでとは違った見えるものがあるはずです。べきし何か、そうですね、あなた方が、分離しているからこそ、こうして地上で、別の肉体をまとったスピリット同士として再会したいという強く願う。またそういった交流を求める気持ちというのは私も理解できます。何かお役に立てたら幸いです。ぜひまた皆様と関わり合いを持てることを楽しみにしております。はい。アマルメディアでした。うん。いかがでしたでしょうか？コメントくださってる方。はい。ありがとうございます。ちょっと思ったよりも深いチャネリングになってしまってですね、目がもうシパシパしてますけれど、どうでしょうか？いや、マルメディアのね、エネルギー入ってくると、めっちゃ気持ちいいですね。うん。はい。特に私からのコメントはなく、この会話終わりにしたいと思います。はい。で、明日は毎月の遠隔ヒーリングですので、こういった配信はちょっとできません。金曜日もちょっと、いろいろご予約とか、なんだりかんだりバタついてますので、もしかしたらこのままね、週末もちょっと更新できないかもしれないんですけれども、はい、皆さん、どうぞハッピーにお過ごしいただけたらいいなと思います。アマルメリアでした。